皆さん、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界の面白いニュースをお届けするのだ。今回ずんだもんが紹介するのは、カザブルマの国、オランダなのだ。ねえねえ、みんな、オランダって聞くと、どんな色を思い浮かべるのだ？オレンジ色？そう、美味しいオレンジ色の人参も有名だけど、実はこれ、すごく面白い秘密があるのだよ。みんなが知ってるオレンジ色の人参。あれってもともとは紫や白が普通だったのだ。今のオレンジ色になったのは、オランダの王家を称えるために、農家の人が頑張って品種改良したかららしいのだ。すごくないのだ。今日はそんなオランダに関するニュースを、なんと5つも紹介するのだ。中でも特に注目なのが、4つ目のニュースなのだ。オランダ、リュボア化石コレクションをインドネシアに返還へ、という記事なのだ。これは、100年以上もオランダに保管されていた、人類の進化を解き明かすとっても貴重なジャワ原人の化石が、インドネシアに返されることになったっていう、すっごく歴史的なニュースなのだ。かつては力ずくで持ち出されたと言われるこのコレクションが、ついに元の場所へ帰るのだよ。これはもう、世界中の注目を集めること間違いなしなのだ。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録、よろしくなのだ。さあ、ずんだもんたちと一緒に、今日のニュースを詳しく見ていくのだ。今日は、カザブルマの国、オランダについてお話しするのだ。この国は、北海に面した西ヨーロッパに位置し、首都は魅力的な運河が流れるアムステルダムなのだ。国土の多くが海抜0メートル以下というユニークな地理的特徴を持ち、デルタ地帯を守るための治水技術は世界最高峰なのだ。歴史を少し振り返ると、かつては海の覇者として世界貿易をリードし、東インド会社を通じて遠い東洋とも深く交流したのだ。現在は立憲君主制のもと、議会制民主主義を採用しているのだ。人口は約1700万人と、コンパクトな国土ながら多くの人々が暮らしているのだ。オランダと聞くと、チューリップやキグツ、チーズを思い浮かべる人が多いかもしれないのだ。もちろんそれらも有名だけど、実は最先端の農業技術やハイテク産業、そして持続可能な社会を目指す取り組みでも世界をリードしているのだ。環境意識が高く、人々が日常的に自転車に乗る姿は、健康的で豊かな暮らしを象徴しているのだ。ゴッホやフェルメールといった偉大な芸術家を輩出した文化的な深みも魅力なのだ。最近では、再生可能エネルギーへの転換や循環型経済の推進など、未来を見据えた挑戦が注目されているのだ。多様性を尊重し、自由な精神を大切にするリベラルな社会であることも、この国の大きな特徴なのだ。小さな国土に豊かな歴史と最先端の技術、そして多様な文化が詰まった本当に魅力的な国、それがオランダなのだ。一つ目のニュースなのだ。自分だけの部屋、ティルダ・スウィントン、若手芸術家が経済的に締め出されていると発言、という記事なのだ。ねえ、みんな、スコットランドの女優、ティルダ・スウィントンさんが、アムステルダムで開かれている自分の展覧会で、今の若いアーティストたちのことを心配しているって話なのだ。彼女は、個人主義が強く求められる今の世の中で、都会の高い家賃のせいで、若いアーティストが静かに集中できる場所を見つけられないって言っているのだ。スウィントンさんの展覧会では、彼女が昔ロンドンで住んでいた最初のアパートを再現したコーナーがあるのだ。スウィントンさん自身も、そのアパートで9年間過ごして、双子を育てて、そこで自分自身を見つけた、って話しているのだよ。コデレク、シャーマンさんやペドロ、アルモドバルさんといった監督たちとの初期の作品の未公開映像もあるらしいのだ。スウィントンさんは、世界中でいろいろな若いアーティストと会うたびに、みんなが苦労しているのを見ているのだって。最初の作品が成功したり、本を出したり、映画を作ったりしても、彼らはもっと個性を出世でプレッシャーを感じているみたいなのだ。しかも
自分を支えてくれた人たちから切り離されちゃいそうになって社会不安を感じている子も多いらしいのだ。スウィントンさん自身は自分のアパートという繭みたいな場所でゆっくり成長する贅沢があったのだ。でも今のロンドンやアムステルダムの住宅価格を見ていると、どうして若いアーティストがこんな都会に住めるのかわからないって言っているのだ。静かに自分の考えを巡らせる自分の部屋を見つけるのが本当に大変になっているのだね。彼女は自分を女優とは呼ばない面白い人なのだ。この展覧会はファッションや写真、アートもいろいろ含まれていて、スウィントンさんの多様な才能が見られるらしいのだ。若いアーティストたちがもっと自由に作品を作れるような環境になるといいなってずんだもんも思うのだ。2つ目のニュースなのだ。ポッドキャスト、一体これ以上何が悪くなるんだ。エディションという記事なのだ。いや、今回のポッドキャスト、一体何がどうなってるんだは本当に大変なことばかりだったのだ。オランダではハーブで極右の暴力が吹き出して穏やかな選挙キャンペーンの希望が打ち砕かれちゃったのだ。習卓大臣は難民政策をめぐって国家評議会から厳しい評価を受けたのにそのまま推し進めるみたいで、これも心配なのだ。さらに有権者の 40% 以上が10月29日の選挙でガザ問題が投票に影響するって言っているし、半分はイスラエルへの厳しい制裁を望んでいるのだ。でも良いニュースもあるのだ。オランダラグビー連盟は女性チームにトランスジェンダー選手を認めるって決めたのだ。それにロッテルダムのブライドープ動物園ではアイスランドから密航してきたパフィンの赤ちゃんたちを助ける計画を立てているのだ。可愛らしいのだ。他にもいろいろなニュースがあったのだ。ハーブでは反移民暴動で37人が逮捕されて警察官も4人怪我をしたのだ。法大臣もやっと極右の暴徒を非難したのだ。難民センターへの抗議も続いていて、自治体は緊急の対応を求めているのだ。国家評議会は難民への住宅優先計画を却下しちゃったのだ。オランダはパレスチナ国家を承認する計画だけど、まだ先なのだ。有権者のほぼ半分がガザ問題を選挙の争点だと考えているのだ。監査院は2026年の予算が楽観的すぎると批判しているのだ。でも、経済は 0.2% 成長して、家計所得も 2.8% 増えたのは良かったのだ。パフィンの卵が42個も孵化したって、嬉しいニュースもあったのだ。スポーツニュースもたくさんなのだ。オランダ男子は 4×100m リレーで銅メダルを獲得してびっくりさせたのだ。シェルデル選手は砲丸投げで2つ目の金メダルを、女子のクアドルプルスカルチームは2017年以来初めてボート競技で金メダルを取ったのだ。すごいのだ。残念ながら、エーノールトやゴ、アヘッド、イーグルス、ユトレヒトはヨーロッパリーグで負けちゃったけど、みんな頑張ったのだ。とにかく、オランダはいろいろなことが起こっている大変だけど、面白い国なのだ。3つ目のニュースなのだ。イスラエル、マイクロソフトのオランダデータセンターを大規模監視に利用、という記事なのだ。マイクロソフトのブラッド・スミス副社長さんが、イスラエル軍がオランダのデータセンターをパレスチナ人の大規模監視に使っていたことを認めたのだ。場所はアムステルダム北部のミッテンメアにあるマイクロソフトさんの大きなデータセンターなのだ。マイクロソフトさんはイスラエル国防省内のとある部隊へのサービスを停止して無効にしたそうなので、もう使えなくなったのだ。ガーディアン紙さんがイスラエル軍がガザ地区やヨルダン川西岸の住民を大規模監視していた電話のデータファイルをマイクロソフトさんのアジアシステムに保存していたと報じたので、マイクロソフトさんは今年の8月に調査すると言っていたのだ。ガーディアン紙さんの情報によると、今年の7月までにイスラエル軍のデータが約11,500テラバイトもオランダのアジアサーバーに保存されていたそうなのだ。これは約2億時間分の音声データに相当する量なのだ。一部はアイルランドにも保存されていたそうなので、すごい量なのだ。スミスさんは調査の結果、
ガーディアン紙産の報道内容を裏付ける証拠が見つかったと話しているのだ。特にオランダのアジュアストレージ容量と AI サービスが使われていたことに関する情報があったそうなのだ。イスラエル側には指定されたサービスへのアクセスを停止すると伝えられたのだ。これには特定のクラウドストレージや AI サービス、技術の利用も含まれるそうなのだ。全体の調査はまだ続いている途中なのだ。4つ目のニュースなのだ。オランダ、デュボア化石コレクションをインドネシアに返還へという記事なのだ。ねえみんな、すごいニュースがあるのだ。オランダがユージェーヌ・デュボアさんが1891年に見つけたジャワ原人の頭蓋骨を含むたくさんの化石コレクションをインドネシアに返すことになったのだ。これは絶滅した人類の証拠として初めて見つかったとっても貴重なものなのだ。このデュボアコレクションは全部で約2万8000点もの化石で100年以上もオランダに保管されていたのだ。独立した委員会の助言を受けて今回の返還が決まったのだよ。コレクションの中にはジャワ原人、つまりホモ・エレクトスの奥歯や大腿骨もあるのだ。最初は猿だと思われていたんだけど、後に初期のホモ・サピエンスと一緒に生きていた絶滅した人類の仲間だと分かったのだ。19世紀の終わり頃にはダーウィンさんの考えた人類進化の失われた玉木としてすごく注目されたのだよ。委員会はこの化石はもともとオランダの合法的な所有物ではなくて力ずくで持ち出されたものだって言っているのだ。地元の人々にとって化石は精神的にも経済的にも大切なもので発掘現場も力で特定されたのだって。インドネシアの文化大臣ファドリ・ソンさんはこの決定を歴史的な傷を癒す一方壊れた文化遺産の鎖を元に戻すことだと喜んでいるのだ。オランダ政府が委員会の勧告に従って物を返還するのはこれで6回目なのだって。前にはナイジェリアにブロンズ像を返したこともあるのだ。デュボアさんの化石は科学にとっても今でもとっても大事なのだ。ライデンのナチュラリス博物館では何年も前からインドネシアの研究者さんと一緒に研究を続けているのだよ。インドネシアは2022年に正式に返還を求めていたのだ。いつコレクションを返すかはまだ決まっていないのだ。でも一時的な文化大臣のハウケ・ムースさんは慎重に進めるための準備が必要だと言っているのだ。ナチュラリス博物館とインドネシアのパートナーさんと協力して移送を丁寧に準備するし、返還後も科学的な研究を続けることが両国にとって大切だと考えているのだって。このコレクションはジャカルタの国立博物館で一般公開される予定なのだ。孫大臣も毎日見られるようになるって言っていたのだよ。5つ目のニュースなのだ。オランダ首相国連総会で国連擁護という記事なのだ。ずんだもんなのだ。オランダのディック・ホーフ首相が国連総会で国連はとっても大事なのだって熱く語ったのだ。これはトランプ前大統領が国連を無策で空っぽな言葉ばかりだで強く非難した後だったから特に注目されたのだ。スホーフ首相はもし国連がなかったら武器を減らすための約束も国際的な裁判所も生まれなかっただろうって説明したのだ。それに地球上で一番助けが必要な場所でも国連だけが支援できることがあるから何百万もの人々が食べ物もなしに困っちゃうことになるって強調したのだ。首相は国際法の秩序を守る上でも国連の役割は大きいって言ってウクライナでの戦争やスーダンでのひどい飢饉、そしてガザで起きている恐ろしい出来事にも触れたのだ。毎日ガザからは胸が張り裂けるような悲しい光景が届いているのだ。こんな戦争も苦しみももう終わりにしないといけないのだって強く訴えたのだ。オランダ政府はイスラエル政府に対して今のやり方を変えるように強く求めていくって言ったのだ。特に西岸地区とガザ市をイスラエルが自分のものにしようとするのは絶対にいけないことだからそうした動きは許さないって言ったのだ。だけど
ホーフ首相は他のヨーロッパの国がパレスチナ国家を承認しているのに、オランダ政府はまだ承認していないことには言及しなかったのだ。ちょっとモヤモヤする部分もあるけど、国連の重要性はすごく伝わったのだ。今日はオランダの魅力を多角的に掘り下げたのだ。芸術家の苦悩から国際問題、歴史的化石の変換、そして国連擁護の姿勢まで、この国の多様な側面が見えたのだ。波乱は多いけど、環境や人権を重んじ未来へ挑戦する姿は素晴らしいのだ。これからもオランダから目が離せないのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。